皆さん、こんにちは。漢方 YouTuber ゆうちゃんでございます。よろしくお願いします。若い女性の悩みで、結構乳房についてのお悩みね、どうしても乳房の発達がうまくいかない。その背景には、ホルモン的なものが、絡んでいることが多いんですね。例えばダイエットをしてとか、そういうことで、生理が止まってしまって、その内妊正常期がうまく順調にいかなくて、女性らしいその体づくり、あるいはその後にある、例えば女性であればお子さんを授かるとかね、そういうことにもいろいろトラブルが生まれやすくなるわけですから、そういうところを参考になればと思いまして、ちょっと一人の患者様のね、症例をもとにですね、ちょっとお話ししていきたいなと思います。よろしくどうぞお願いします。で、20歳を過ぎても胸がなかなか大きくならないということで、生理が止まってしまっている背景があるんですね。で、そのダイエットによって女性ホルモンが止まってしまって、そのことによって女性らしい体づきにいい影響が出てこないという相談でした。で、これは22歳の女性で、もともとですね、生理の始まりが14歳というちょっと遅いんですよね。年頃っていうのかな、10代とか20歳前後の女性の方っていうのは体型すごく気になされるし、皆さんも手足が細いですね。骨盤もちっちゃい。そういう方が非常に多い。他の動画でもお話したんですけど、お子さんを授かって出産すると、妊娠できてもですね、赤ちゃんがちっちゃかったりですね、することが多いんですね。これ日本人の特徴でして、男性はメタボ系になってるんですけど、女性はね、非常に細くなっちゃってるんです。で、これが、あんまり良くないことがあります。その中学校時代から始めたダイエット、特に大学時代に、162センチで38だから、どうだろうか。当然 BMI ではもう20切ってますけども、そういった部分で痩せすぎになっていらっしゃる、方にですね、やっぱり起こるのがこの閉経ということですね。生理来なくなるということで、その後生まれたのは体調の変調で、めまいとか立ちくらみとか、お仕事しようと思ってもうまく働けなくなる、朝が起きられなくなる、夕方まで体が持たなくなる。で、胸の発達もあんまりうまくしない。そういうご相談でしたね。生理がなぜ止まるのかっていうと、やはり体の中には生命を維持するための生命ラインとですね、女性の方であれば、生殖機能としてお子様を授かって出産していったり、授乳したりというふうな、ラインとかあって、どちらかというとプラスアルファの機能として考えられます。で、体の中で飢餓状態。で、この飢餓の認識っていうのも、2つあるんですけど、一番大きいのは、一般的に言う食べないということですね。飢餓の認識というのも食べない状態がずっと続くと栄養が入ってきませんから、やっぱり生命を維持するのに生命維持を優先しなきゃいけない。こんな飢餓状態をずっと生命維持にね、影響を与えてしまうので、じゃあ他の、サブの機能は停止しようということで、卵巣とか子宮とかに行く機能が血流とか栄養が断たれると。そうすると、生殖機能を停止しますね。あと、当然乳房の発達なんかもそうです。だから、そういう面では、女性の場合は、人間としての機能としての部分と、女性らしい体としての機能、2つあるんですね。2段階になっているので、やっぱり飢餓状態を作ってしまうと、女性らしい働きがうまくいかなくなるというわけですね。で、女性ホルモン減るとどうなるのかっていうと、生理来なくなる。あと、女性ホルモンは骨の強化ね、そのエストロゲンとカルシウム、骨の密度とはすごく関係があるね。閉経した後骨粗鬆症になりやすくなるとかね、ありますし、あと、うつとか、あとは認知能力とか、ものを認識する力とか、そういったものも含めて脳の発達にも影響がある。あと腰つきですね。腰周りの脂肪のつき方、女性らしい腰のライン、こういうのもエストロゲンの働きですよね。あと、お肌の潤いとか、妊活に必要ないろんな働きですね。こういったのは全部そのエストロゲンと言われるようなホルモンが関係しているわけで、若い方だと生理が来ないことは楽でいいやとおっしゃる方もいるんですけども、それはね、やっぱりちょっと考えていかなきゃいけない。毎月毎月大体28日に一遍は月に一度の生理が来るということですよね。だから年に大体12回から13回、月経が来るのが正常なので、これが3ヶ月に一遍で楽だわとかいう方、ちょっとご注意ください。
で、中学で考える原因っていうのは、腎っていうのは、そこに非常に密接な関係がある臓器。肝、心、脾、肺、腎の五臓六腑の中の腎で、それは成長、発育、生殖と密接な関係がある。別な言い方ですと、先天の性という言葉もですね、先天後天って言いますけど、親御さんから受け継いだもの、それをこう貯めてるのが腎であるので、第二成長期に非常に関係があるんですけど、それをやる上でもね、非常に重要な働きをするのは腎なんです。あと下にも書いてある生命の根、ね、先天的なエネルギーを蓄えているということで、非常に重要なんですね。そこがやっぱり女性ホルモンとも密接な関係があるので、この働きが十分に働けないと、ダイエットとかそういうことを本当に思春期の頃にやってしまうことで、栄養が不足して、飢餓状態となって、本来あるべき栄養状態が足りないと、腎にストックされている、先天の性というのかな、親御さんから受け継いだものも含めて、ストックが消耗されて、生理が起きなくなってしまうということですね。先天の性自体はですね、人生に蓄えているって言われてるんですけども、これが不足すると、どんな症状が出てくるのかっていうのは、代表的な症状としては、生理が来なくなる、乱れる、生理が2ヶ月に一遍とか、3ヶ月に一遍とか、半年に一遍とか、だんだん来なくなる。更年期の方はちょっと特殊でして、こういう機能が低下することによって、徐々に減って、生理不順になって、無月経になるんです。更年期の場合は、だいたい30日周期ぐらいだったものが25日になり、22日になって、20日周期ぐらいになって、その時ポーンと飛んで、2ヶ月、3ヶ月に一遍になって、半年に一遍になって来なくなるっていう感じが多いんですけどね。思春期の方の場合は、多くは大体生理がすぐ止まってしまったり、3ヶ月とか、に一遍とかね、で無月経になります。で、基礎体温を調べると、排卵をしてないなんてこともよくありますね。高温期がないということですね。で、これがちょうど第二成長期に関わる時期、中学生、高校生、大学生あたりにね、乳房の発達とか女性らしい発達が遅れます。骨格が細い、あるいは骨盤の発育が悪くなりますね。これは本当に重要で、さっき言った赤ちゃんを授かる上でも非常に問題があります。というわけでは、清血同源という言葉があるんですが、こういったものが不足するっていうのは、体全体の栄養が足りてない状態が続いているからなんですね。それを血と言いますけど、血というのは血ですけど、この血はただ赤いだけじゃなくて栄養をたっぷり含んでるんですね。で、こういうものは食べ物とかからいつも補充されていってるんですけど、こういうものの補充が断たれてしまうと、この疲れやすくなってめまいになります。食べないっていうだけじゃなくて、食べててもですね、それがうまく吸収できない。例えばストレスがかかったり、取る時間、食べ方等々で食べてるんだけどうまく吸収できなくって、体の中で利用できない状態があるのもこれは生まれます。だから精神的なストレスによって追い詰められて、飢餓状態みたいになると。パニック状態になっていく。こういう方も思春期に起こりやすいですよね。こういうのも今回の方にもあるかもしれませんね。あとは老化現象みたいな感じであるのは耳鳴りとか難聴とか、と妊活に関して言うと、なかなか妊娠ができない、あるいは流産してしまうなんてことも、というわけでは体を構成するの気と血、気血心液という言葉で言うんですが、その中でも特に気と血って言われるものが、大きくですね、体の栄養とか、体の代謝とか体温とか、そういうものと関係があるんですね。で、体全体を養うために、この気血が充足しているってことがあるんですが、栄養の取り方が悪かったりすることによって、あるいはストレスによって気というものが消耗してしまってですね、そのために気血の不足になってしまうと。例えば貧血みたいな症状を作ったり、体全体の衰弱というのかな、栄養の不足によってめまい、動悸とか疲れやすいとか、冷え症とかね、こういうことを生んでしまう。こういうのが放置していると、生理も止まりやすくなるんですね。で、なぜ胸が発達したいのかというと、3つ、大きく言って要素があると言われています。1つは、エストロゲンと言われるホルモンが、乳腺とか脂肪細胞の組織の発達と関係があるからですね。だからエストロゲンが、うまく作られないでいると不足してしまって発育が止まります。
エストロゲンっていうのは、コレステロールから代謝されていくんですね。食べ物の中のコレステロールが吸収された後ですね、卵巣の方で、このエストロゲンに変わるんですね。この卵巣の方の働きがいくらまだあってもですね、コレステロール入ってこないとエストロゲン作ることができません。はい。また、脂質、タンパク質、ミネラルなどの材料がなければ、ホルモンも作れないし、統医学的な血が作れない。それから作れたとしても、それが必要な臓腑、組織に届かない。乳房だったり子宮だったり、冷えがある方っていうのは、血流が悪いわけですから、冷えが強いことによって、子宮とか卵巣、あるいは胸などの血流に循環が悪い状態が続くと、乳房の発達って悪いですね。だから、乳房マッサージもすごくそういう面では、この血流を良くするっていう意味では、プラスになる。ただ、1番、2番が足りてなければいくらやっても材料が届きませんのでね、やはり栄養をちゃんと取ったり、それからホルモンを整えたりっていうことが非常に重要になりますね。放置していると、乳房だけの問題じゃなくてですね、生理の来ない状態を放置していると、これは老化現象が早くいくっていうことで、骨粗鬆症みたいなこと。若い方でもですね、骨粗鬆症のリスクは高まります。それから、お肌の弾力性がなくなるので、カサカサになりますよね。はい。髪の毛もそう、目も口も全体的に乾燥してきます。お子さんを作りたいと思ってもなかなかできなくなる。それから精神活動にもすごく関係があって、エストロゲンは当然、この不足によってうつとか、慢性疲労とか認知症とかですね、関係あると言われてますが、中医学、東洋医学でもですね、精血動源といって、精神活動の元である性と言われるものをですね、この消耗することによってですね、気力がなくなったりします。生理が来ない状態っていうのは気と血、両方の不足、あるいは停滞というのがありますので、自律神経的な面ね、乱れてきます。先ほどの方に使ったのはですね、こういう三本柱といって、法人というね、これはホルモンの分泌とか、回復させるっていうことが重要ですよね。お食事をしっかりとるって必要なんですけど、それと合わさって、補気補欠というね、全部補う。補っていうのは補うという意味なんですね。腎を補う。五臓六腑の中の特に腎を補うのを補腎って言いますね。補腎薬っていうのを、右に書いてあるように、三条補欠丸というね、人生を補うのによく使う有名な漢方薬なんですけど、体の中のエネルギーを補ったり、血というそのホルモンの材料になるものを補って、これは三条補欠丸プラス人参栄養、養栄糖ですね。従前大法糖なんかも同じような働きがあるんですが、精神的な疲労とか、そういうのがあるときにはよく使います。で、お食事ですね。やっぱり重要ですよね。朝抜き絶対ダメですね。朝食べる。これ朝はですね、お粥でいいです。お茶漬けでもいいです。あるいは麺でもいいです。フォーでもいいです。温かいものを食べてください。ね。できればちょっとタンパク質取れればいいんですけど、無理しなくていいです。だから卵とかね、その程度でもいいです。卵かけご飯でもいいんですけど、糖質少し煮た方がね、いいかもしれないですね。だから、お粥とかの方がいいかな。で、卵とか、少しハムとかね、取っていただけたらいいかなと。あと、お魚でもいいですね。で、おすすめの食材、よく貧血に使われるものにビタミン B 群が B2、B6 の多い、鉄分が多いレバーね。あと、鶏肉ね。胸肉でももも肉でも結構でございます。卵。あと、ほうれん草とか、小松菜とかね、こういったのは取った方がいいし、海苔もいいですね。それから、クコの実、ナツメ。これはよくお粥なんか入れるのは、東医学ではこの気と血を補う働きがあると言われてるんですね。だから、クコの実とかナツメの実とかね、こういったものをドライフルーツみたいな感じで、食べてもいいんですけども、お粥の中に入れていただいて食べたりするといいですね。よく若い方はね、糖質制限する方が多いんですけど、正しい糖質制限は構わないんですけど、ずーっと永続的にやると脳のエネルギー不足しちゃって、やっぱ鬱になりますね。だからこれはやめた方がいいと思います。お食事を食べないで間食だけ取る方いるんですけど、これはやめてくださいね。で、生理止まるのは体からの SOS なんで、生理が遅れてきたり、あるいは止まっちゃってる方、これはもう SOS だから大至急ですね、もしダイエットしている場合はダイエットやめていただいて、栄養のバランスとっていただいて、規則正しい生活をするということですね。小学校までに、生理がちょっと来ない場合は、
発育がちょっと遅れてる場合もあるので、特別なダイエットやってない場合でもですね、さっき言った気とか血とか腎とか、こういうものをね、できればホルモン剤じゃない、自然なもののがいいですよね、お子様だと。だからこういう場合は、ぜひですね、早めに漢方のケアを受けた方がいいと思います。特に補腎薬っていうのは非常にいいので、これは漢方専門薬局しか使っておりませんけど、ぜひやってみてください。ね。今日ね、こういった格好でお話しさせていただきました。ね。もし気になる方いらっしゃいましたらいつでもご相談ください。それではさよなら。失礼いたします。